こんにちは。立科プログラミングの姫野です。この動画では、踏み込みエンジニアのキャリアパスについて紹介していきたいと思います。会社によってやり方があると思うんで、一概にこういう感じだよっていうのは言えないんですけど、私が働いていたところではこういう感じだったよっていう紹介していければと思います。大きく図にするとこんなもんかなと思っていて、まず皆さんがその思い浮かべるような開発業務ですね。ソフト書いたり、評価試験やったりっていう開発業務ですね。それと、設計しているものはどういう仕様になってて、どうやって動いてっていうような仕様書作成を行うっていう仕事もあります。これは会社によると思うんですけど、組み込み機器を製造するライン立ち上げを支援したり、生産中の不具合があった時の対応などをやることもあります。で、営業の問い合わせですね。自分が担当している製品とか開発した製品が実際お客さんの使いたい環境でちゃんと測定できるのかとか、思ったように動かないんだけど、これは何が原因だろうかとか、問い合わせが来た時に対応するというのがあります。で、最終的には新製品の企画ですね。これをやって、リーダーとして、組み込みエンジニアの最上位に来てるかなというようなところです。なので、順番としては、開発でその評価試験をやって、ちょっと開発し、その担当している製品の使用書書いて、いくつか繰り返しながら、その合間にその製造ライン対応とか営業問い合わせやりながら、何年間かやっていくうちに、自分で製品を企画して、チーム作ってものを開発するという流れですね。評価試験なんですけど、配属された時には、もうすでに開発がもう行われているものがあるはずなので、それの評価試験を行います。その単体試験、結合試験、総合試験とかいろいろあるんですけど、それはその入った段階で何をやるのかが決まると思います。で、ここで、こういう手順でこうやったらこういう結果になるだろうみたいなのがあるんですけど、その通りうまくいかなかった場合はバグとして報告するとか、その設計における大事なところですよね。評価試験。ここでもしバグが出たら、その設計側にそれを反映して、バグが出ないようにしてまた評価するという流れになります。次、開発業務ですけど、大手の場合は既存製品の流用設計とかで進むことがあるんで、その既存製品のソースコードを見ながら、ちょこちょこ直していくっていう感じですね。で、開発するにしても、細かく見ると、この演算とか通信とか制御とか、細かく分かれていくんで、最初にそのファームの開発を始めると、ここら辺全部知ることができるんで、ちょっと大変ですけど、やりがいはあるところですね。自分で開発をしながら、それはどういうものなんですかっていう仕様書を作ります。この時に、なんとなく動いてたけど、実際細かく言うと、どんな感じなんですかっていうのを全部ここの仕様書に書きます。詳細設計、要求仕様、フローチャート、画面遷移、インターフェースとかなんかいろいろあるんですけど、これはちょっと現場で教わりながらやるのが一番いいかなと思います。書類ができたら、その評価試験の試験リストとか、コードレビューとかっていう、この使用書通りに物が動いてますよねっていうことを示す大元になります。で、製造ラインとか営業の問い合わせは、ちょっとこれ、会社によってあったりなかったりだと思うんで、うちはやってましたけど、やってないところもあるって感じです。なので、ちょっと年数的に言うと、うちの感覚で言うと、もう評価試験がもう数ヶ月から1年ぐらいやって、でそこから自分でファームの実装をやって、評価試験で1年、ファームの実装とかでも2年、3年やって、さらに、この1、2に加えてその3もやり出すのが入社してから3年後ぐらいですかね。だんだんその自分の担当製品が増えてきたら、その製造ラインに呼ばれたり、営業から問い合わせ来たりしてっていうのを、やっ
て、結局その自分がリーダーとしてやるってのも、これもまあ会社によると思うんですけど、私の場合は7年目ぐらいでもう開発リーダーとかやってましたかね。なんでその間に、なんかここら辺の一連のことを全部もうビャーってやってたって感じです。まあその開発リーダーが最終的なそのキャリアとしては一番上だと思うんですけど、ちょっとここに行くのって結構その実力云々っていうよりも、なんかちゃんとコミュニケーションがその人と取れるんかみたいなところは結構あると思ってて、てかそのエンジニアの仕事って結構コミュニケーションが大事だと私は思ってるんですけど、結局、見込みエンジニアってその仕事としては、プログラムを書くっていうことなんですけど、これに関係するいろんな部署とのやりとりが絶対生じるんですよね。なので、大きくそのチームで見たときに、ちゃんとなんかコミュニケーションが取れて、例えばなんか課題があったときには即座に解決し、みたいな、なんていうんですかね、人としてみたいなところが結構重要、キャリアを描くには大事なのかなとちょっと思ってますけど、まあ、こういうのも結構運次第なので、真摯に目の前の仕事に取り組むしかないって感じですかね。まあ、こんなもんですが、ちょっともしわかんないこととかあれば、コメント欄に、えーコメントいただけると嬉しいです。簡単ではありますが、組み込みエンジニアのキャリアパスは、まあ、こんな感じで進みますよっていうことを、紹介させていただきました。ありがとうございました。